지금 생각하면 엄청 무모했다고 생각도 들고 홋카이도から沖縄までずっと回って探したからめっちゃ大変だったです。なぜ BTS トゥモローバイトギャザーを発掘したキム・ミジョンは異国の地日本でこの5人を選んだのか。 아마 주위에 있었던 사람들은 아무도 못 느꼈다고 하더라고요. 10代の素人同然の子供たち。ミジョンは試練を与え続け、 며칠 전에 내가 보고 간 것 같아. 야, 이걸로 어떻게 무대를 올라간다고 하는 거지? 너네 이때까지 뭐 하는 거야? これは1329日にも及ぶ日本と韓国での過酷なレッスンを耐え抜き急成長を遂げた5人の奇跡。その姿を見守りながら彼女は確信する。この子たちならやり遂げられる。 진짜로 너무 힘들었는데 그 다 알고 다시 그 상황으로 아이를バイビー1329 The Night Before Debut。 あれちゃう初日待って俺のやつ出るもしかして俺のやつ出るマジかああミジョンが日本から連れてきた練習生は12人。失礼します。あすっげえひどい生活感ある。難しいここが一応キッチンで使ってます。なるほど。まずはキムチから焼くから。でもキムチちょっと色ついちゃうので、スキニーのキムチ。あ、ちょっとね、これ。ちょっとやばい。ちょっと待って。時間かかるの。これやばい。すいませんね、ちょっとリオが殻入れちゃって。じゃあ俺入れてない。ごめん。ちょっと待って、これやばい。なんと美味しそうな色で、見た感じなんか結構しっとりめなんですけど、ここからまた変わっていく感じですかね。3、4人で一つの部屋で暮らさなきゃいけないとか、メンバーたちが一番大変だったとは思うんですけど、楽な生活ではなかったですね。髪短っ。月曜日から土曜日までみっちり、レッスンがあって、で日曜日は休みなんですよ。ただ、ミジョンさんの方針でそのアーティストとかになる前にやっぱちゃんとした人間になってほしいっていうところがあるので、その身支度だったりとかちゃんとその掃除だったり支度みたいなところもちゃんと自分たちでやるようにっていうところだったので、なんか懐かしい一緒に使ってた練習室がもうめちゃめちゃもう産地下の本当にボロいところで、私も最初入るのをちょっと一回ためらったぐらいのここなんですかっていうような感じのところだったんですよ。僕は本当にダンス歌がしたことなくて、で初めてのレッスンは本当に思い出したくないんですけど、本当に踊れなくて、本当になんか突っ立ってるだけみたいな。初めてだったのが本当に僕ぐらいだったので、ダンスをもうその時点で僕はやばいってなって。練習生12人の中でダンスも歌も未経験は連期のみ。ものすごい大変、一番大変だったんじゃないかって思います。クラスを分けて習うんではなくって、みんな一緒に習うんですね。それに多分ついていくのも大変ですし。そうですよそんな中メンバーの頃がなんかレンが踊れるようにってすごいつきっきりでその振り付けを教えてくれてたみたいで。
おうまっ。すげえ。俺やあ俺か。めっちゃ成長してる。すげえ。2ヶ月でここまで踊れるように成長。あ、懐かしい。 랭키는 진짜 앞발이로 연습한 것 같고 난 이때만 해도 랭키는 도망갈 줄 알았어요. 네. 랭키는 진짜 열심히 했죠. それでやっぱ辛いけどやめるっていう考えはあまり出なかったです。ミジョンさんとお話しする機会があってでその時に「レンキはなんで続けてるの?」みたいな聞かれたことがあるんですよ。僕は答えられなかったというかその理由が分からなかったんですけどミジョンさんがその時に「レンキはもうこれが夢になったんじゃない?」みたいな「ああ」ってなって「そうなんかも」みたいな。自分の中で多分だんだんこう上がっていってたんですけど僕はそれに気づいてなくてミジョンさんと話した時にそれに気づいたって感じです。神社ですよ。あ、神社や。そして韓国での洗礼を受けたメンバーがもう一人。俺と一緒の感じしてるもんな。カメラとかもあんまちゃんと見れなかったりとか。最悪本当に。せっかくのその笑顔が可愛い特徴的な子なのにすんごい暗い顔をして歌ってたんですよ。向き合って頑張っていこうという気持ちが今より全然なかったのかなと思うので、もちろん両親にもすごい相談して今後自分どうなりたいかとか途中でやめずにできるのかとかいろいろ考えてそこで一回やるって決めてそこからなんかスイッチが変わったっていうか。スイッチが入り始めた秋とは発展途上だが表情はかなり明るく。確かにめっちゃ成長が見える。頑張った俺頑張った。韓国に来た当初はあどけなかった最年少小太郎も怒った。あれ急速に成長。小太郎は本当に一回も自主練を抜けたことがないんですよね。日曜日も必ずちょっと多分自主練をして帰るっていうのが小太郎で、日記を毎回その練習生たちみんな書いてたんですよ。毎日書いてて、で例えば今日は何を習ったって何をやって何が問題点なのかっていうのがよくわからないような内容なんですけど、小太郎だけが本当箇条書きで今日は自分これやってでこれが足りなくて明日はこうするみたいなところをちゃんと書いてた子だったので、なんか一番幼いけど賢いなっていう印象はありますね。韓国合宿1年を超え、皆スキルアップし余裕が垣間見える瞬間も。これめっちゃ懐かしい。よくやん絶対。少し緊張感に欠けた雰囲気。するとみんな懐かしい。 그 며칠 전에 내가 보고 간 것 같아. 야, 이걸로 어떻게 무대를 올라간다고 하는 거지? 너네 이때까지 뭐 하는 거야? 이마마는 아니야. 야, 이거 어떻게 무대를? 남은 시간 전력을 다해서 나도 그렇게 할 거니까. 그러니까 더 열심히 해가지고 꼭 보여줘. 本当に練習がきつすぎて一回も一人で練習室で大泣きしたことがあって、それはミジョンさんが泣きたい時はもう言ってくれたらいいんだよみたいな感じで言っていただいたので、それでなんかこう自分も言いたいことをミジョンさんにこう言えるようになったって感じですね。その後デビューに向け毎日過酷なレッスンを重ね
待ってマジでいい大泣きしてるのりょはでし結構込み上げるもんがはいなんかすごかったですよかったですいやもう本当に大変すぎてもあれしんどかったねマジで。いやもう間に合わない。実は俺も泣いてたけどね。俺も泣いてたよ。ミジョンさんにはなんかもう無理って感じ。みんなが疲れてたって感じ。帰る時間もあまり帰れてなかったし。そう、うんもう寝れなかったし。寝れてなかったよね。そうそうそう。でも次の日は早いからね。そう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 。スタジオの目の前で逃げようか。いやマジで考えましたよ。レンキと二人でずっとこう逃げるんやったら今このスタジオの扉の中に入るともう練習が再開。練習に再開するから。この日各国の予選を勝ち抜いた13チームによる K-POP カバーダンスの世界大会に出場。ここに来てマジか。出すのねこれ。出しちゃうのか。優勝すれば世界一。果たしてこの時きつかったマジ。いやもうほんまに無理やったこれは。The first winner, congratulations, Baby from Japan! わずか2年の練習期間で急成長。世界一の快挙。彼らも初めてなんていうフルで多分パフォーマンスをやったのが多分初めてだったんですよね。でそれでその自ら自分たちでこの予選を勝ち抜くためにはこれをこうしてああしてっていうところの計画も自分たちで立ててましたし、でもう本当にスタッフが逆にもう早く帰ってって言ってるのに自分たちでこう夜遅くまで残って一生懸命練習してたような感じだったので。でそれを見てなんかこの子たちならいけるんじゃないかなって思いましたし、なんかその K-POP カバーダンス大会を通じてなんか一気にそのグループらしくなったなっていう感じがありましたね。あ、やばい涙出てきた。そして運命の日が。この日はデビューメンバーが決まる最終月末評価。本当に生きた心地しなかった。ついに練習生12人の中からデビューメンバー5人が決まる。 오늘 어떻게 후회 없니? 무슨 결과가 됐던 최선을 다했는지 궁금해서 물어보는 거야. 우와, 懐かしい. 일단 너무너무 고생했고 그들 발표할게. では発表します。これで選ばれなかったらどうしようってずっと考えてて次何しようかなとかまずバイトから始めてみたいなことも考えたりとかしながら背筋が凍ってました。どんな結果が来ようと受け入れる心準備っていうかのはあったんですけど、生きた心地がしなかったっていうか。 한 명씩 어쨌든 데뷔주에 들어가는 후보들 한 명씩 얘기를 해줄게요. 네. ではデビュー組に入る候補の子を一人ずつ言ってきます。この間がこの間が怖すぎ。 푸타로. ありがとうございます。 푸타로. 뭐 이렇게 안 되는 이름이. 아키토. 그리고 메타. 벤지. 이거. ありがとうございます。 이거까지. イオまでとなります。俺呼ばれた記憶ないわ。そう呼ばれた記憶ない。 너무너무 고생했어. 本当にお疲れ様でした。 근데 진짜 고생 많은 거, 진짜 열심히 했던 거 너무 잘 알고 있고. 本当にみんな頑張ってたのはよく分かってるし。 아,
다 진짜本気로 했구나. ジョータは本当に本気だったんだ。呼ばれた瞬間はみたいにまずなって、やばいみたいな、安心したみたいな感じになって、あとはその他の練習生の子たちともやっぱ離れないといけないことになるじゃないですか。そうすると離れたくないみたいな思いとか、あと嬉しさとかで全ての感情が混ざって、それで僕は泣いてしまって。名前呼ばれた時はなんかドキってなりました。なんか嬉しくて、すごい安心しました。本当このメンバーでよかったなって思うので、この5人ならいけるだろうなと思ってるので、素晴らしいアーティストになれるようにみんなで頑張っていきたいなって思ってます。 아이들을 만난 것까지도 기적이라고 저는 생각을 했는데 앞으로 더 힘들 거예요. 사실은 이게 데뷔를 한다고 끝은 아니니까. 그리고 바이비가 정말 바이비는 사실 성장이 멈춰있는 그룹이 아니기 때문에 앞으로도 계속 성장을 할 거예요. 실력적으로도. 본인들이 이제 어떻게 하고 얼마나 따라오냐에 따라서 뭔가 더 큰 청사진들을 그릴 수 있지 않을까? 저는 생각을 하고. プロとは呼べない未完成な5人だったが、2年に及ぶ韓国合宿を終え、確かないこの胸なるときめきと不確かに生まれ続けてく未来線無数に伸びる my way So I'm at the junction 火をつかみどこまで行けるか 揺らめく不安と覚悟交差する AM515 A feeling that down きっとずっとこの瞬間を待ってたんだ小さな勇気と Now we can reach midlife 駆け出した未来 Now we can feel it the light 選び出した光未完成でまっすぐな僕たちの物語 This is our first sight 終わりのない旅へ What am I waiting for 誰かの Yes No 決めるのは他でもない深い霧問い続ける意味迷いすら道いざなうコンパス Stepping now we wanna feel this vibe 儚い今映す Stay sky こんなに美しい Now we can reach it midlight 突き抜ける未来 Now we can feel it in light 手を取って笑っていたい悩み抜いたこの日々も僕たちを照らしてる This is our first sight どこへだって行ける Santa Claus name 目を閉じた I hear someone call me Now we got reach it midlight Up and let us midlight Ready to fly Yeah 共に永遠に響け5人の未来が今ここで交差。この5人なら絶対に成功できるんじゃないかっていうその自信はすごいありますね。やっと世界に世に出れるというか、この2年間
練習してきたのが見せれるっていう気持ちで今は割とワクワクしてるかなと思います。名前を知ってもらえるバイビーっていうのを名前を聞いたらああバイビーかってこうなってもらえるような存在になりたいですね。何？何？ちょっとマジ何？マジ？武道館。ああ。マジで言ってる。ちょ待ってデビューライブが。ちょっと。がどういうことだ。感動涙が出なくなってマジ。言葉出ないよこれ。武道館はやばい。だいぶやばい。ガチか。武道館っていうのはすごいこうすごいアーティストさんとかも立たれてる、ステージなので、それがいきなり僕らのこのデビューステージというかこう皆さんの前に出れる機会になるので、もっともっと頑張っていけたらいいなと思いますね。やっぱそこにまず恥じないパフォーマンスというか恥じないグループになっていきたいなってのと、皆さんを楽しませてバイビーを応援してよかったなっていうか嬉しい気持ちになったらいいなって思います。前までの僕だったら多分それをちょっとプレッシャーに感じることもあったと思うんですけど、今はもう結構5人でやってきたことがあるので絶対にうまくいけるだろうっていう自信は僕もあるので、ただ恩返しはしようっていう思いです。じゃあもう一本。ちょっと待ってください。本当にやばい。ストレスめっちゃやばい。何？ 진짜로 너무 힘들었는데. 아, 야바이 뭐. 자, 뭐 입고. ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ストレスめっちゃやばい。何？オッケーここで泣かせに来るのね。オッケーです。わかりました。その手には乗りませんよ。僕はね。耐える。待って見よう。フラット見よう。フラット？連期いろいろ大変な仕事やと思うし、けど、連期の性格があれば、みんなに愛されるいい、スターになれると思います。頑張れ。ありがとうございます。しんどいこともこれからももっともっとあると思うけど、そうですよね。絶対やっていけると思うんで頑張ってください。応援してます。ファンクラブ入って追っかけるんで頑張ってください。はい。ライブとかもちろん行くし、CD も何枚でも積むんで、ちょっと陰から見守ってます。頑張ってください。ありがとうございます。これからいっぱいしんどいこととか辛いこととか、悩むこととかもあるかもしれんけど、チームやからみんなで頑張って昔のこととかみんな思い出して頑張ってください。応援してます。今までいろいろ苦労もしてきたと思いますんで、デビューした後はしっかり頂点目指して頑張ってください。応援してます。将来の夢に向かって頑張ってください。お父さん応援してます。ちっちゃい頃は甘えたさんで泣き虫だった伊代がまさかアーティストになるとは思ってませんでした。これからも、大変なこと、いっぱいあると思いますが、メンバーと仲良く、頑張って活動してください。で、体には気をつけて応援してます。本当に今まで小太郎はたくさん努力してきたと思うので、これからも周りの人、環境に感謝絶対忘れないで、今までの力を思いっきり発揮してほしいなと思ってます。そして私は先生でもあるけど小太郎の一番の
ファンとしてもこれから応援しているので世界に向けて頑張ってください。いつも全力でかっこいいので、これからもデビューしても人に愛される人になってください。こっちゃん、バイビー、頑張ってね。かわいい。今までお世話になった方たちに感謝の気持ちを忘れずに、今まで学んできた歌とダンスをたくさんの人に届けられる人になってもらえたら嬉しいです。応援してます。レッツゴーバイビー。頑張れ。頑張れ。アキト、デビューおめでとう。これからも気を抜かずに頑張ってね。オッケー頑張るわ。これから大変なこといっぱいあるだろうけど、頑張ってください。スターになったらお財布買ってください。頑張ってください。バイバイ。切実な願いにいいです。アキトデビューおめでとうございます。とにかく体に気をつけて頑張ってください。はい、応援してます。北海道からみんな応援してます。頑張ってね。困った時はいつでも来てください。待ってます。きっといろんな葛藤とか悩みもあったと思いますが、それを全部乗り越えて自分の志を果たしたこと、本当に誇りに思っています。体に気をつけて頑張ってくださいね。今まで経験したことを最大限に生かして世界中の人々を幸せにできるアイドルになってください。頑張って。両派ヤッホー。もっとかっこいい弟になって帰ってきてね。これからも頑張ってね。家族全員で応援してるから頑張ってね。両派体に気をつけて頑張ってね。ずっと応援してるよ。ありがとうございます。もうタクはダメや。いつも見送るたんびに泣いてるんで。恥ずかしい、どうしよう。まさに今こう旅立ちの瞬間を迎えてると思うんで、なんかその緊張感だったりヒリヒリ感っていうのもなんとなくこう含みながら、なんかこのデビュー直前の雰囲気というか、おそらくねみんなこう人生で一生忘れないシーズンだと思うんで、自分たちをね信じて真っ白なキャンバスにこう絵を描いていくように舞い上がっていってほしいなと、なんか羽ばたいていってほしいなと思います。はいはいはい泣いてるんですけど両サイドじゃもうこっちゃもない両サイド泣いてんだけど恥かしですよ. 요즘에는 말을 서로 잘 한다고 저는 생각을 하기 때문에 뭐 여러 가지 얘기를 하긴 했지만 앞으로 더 힘들 거예요. 사실은 이게 데뷔를 한다고 끝은 아니니까. 그런데 제가 항상 멤버들한테 하는 말이 있는데 그 힘들고 얼마나 힘들겠어요. 이제 사실 어떻게 보면 사회생활을 시작하는 어린 친구들인 거잖아요. 그럴 때 부모님한테도 얘기하기가 참 그렇고 분명히 친한 친구한테도 얘기하기가 참 그런 순간들이 많이 올 거잖아요. 그럴 때 정말 그냥 갑자기라도 찾아와서 여러 가지 상담할 수 있고 기댈 수 있고 의지할 수 있는 좋은 어른이 돼주고 싶어요. 아이들한테 말 못한 얘기들도 진짜 많고 너무 힘들었는데 진짜로 너무 힘들었는데
근데 그 생각이 좀 들더라고요, 요즘에. 너무 눈물이 나는데? 제가 이렇게 힘든 거를 다 알고 다시 그 상황으로 아이들을 만났을 때 그 상황으로 다시 돌아간다고 해도 똑같은 선택을 했을 것 같아요. 지금까지 너무 잘해왔고 엄청 힘들었을 텐데도 한 번도 힘들다는 얘기도 하지 않고 진짜 잘 버텨줬거든요. 그래서 나중에 그냥 그것만 좀 원해요. 나중에 뭔가 잘 됐을 때 잘 될 거지만 잘 됐을 때 그냥 저를 만난 거를 후회하지 않고 되게 그냥 욕 같다라고 얘기를 해주는 순간이 온다면 사실 그걸로 그냥 만족하고 충분하다고 저는 생각을 해요. 앞으로도 최대한 함께 재밌는 거, 멋있는 거 많이 해나가면 좋을 것 같아요. 오네가이시마스. 요로시쿠 오네가이시마스. 하이.まさかのこの方もね涙を。ごめん。いやよかった。ああ余韻が。いやちょっと感動した。いや染みた。もう一度同じ選択をすると思うってかもう俺そんなんもう好き。言葉が今パッて出ないんですけど、本当にこれから頑張っていこうと思いますし、今まで支えてきてくださったことにもすごい本当感謝してますし、今までやってきた分それ以上のことを僕たちが恩返しして何か伝えれたらいいなって思いました。まあ本当にみんなも言ったように恩返しをしていけたらなって思います。ありがとうございます。まだこれからが始まりなので、バイビーを支えて応援してよかったなって思えるようなアーティストになりたいです。頑張ってきてよかったなって思うし、しっかりその応援してもらってる分自分たちもいいステージとかを見せられたらいいなって思うので、まずこの5人で頑張っていきたいなと思いました。ミジョンさんのシーンだけもう一回見たいです。ミジョンさんのシーンしっかり見た方がいい。俺もしっかりと見たい。こう両サイド泣いてるのそれ見てたらああ次のシーン行っちゃったってなっちゃったんで。ありがとうございました。ありがとうございました。あこんなきつい。あうわえぐいな余韻。そしてここでやんの。わすげえ。時間ないよ。やばいよ。デビューライブの場所日本武道館を現場視察。ゴー。やば。でかっ。あ天井高っ。めっちゃ声響く。ちょっとなんか広すぎて、そして席が多すぎてどうすればいいのかわからないです。今の多分状態じゃ多分全然これを埋めれないと思うんで、こう見るとこれ埋めれるかなっていう不安がさらにやばい。ちょっとじゃああそこの南エスって書いてあるとこ行ってみる。行ってみる。レッツゴー。そっちから見てさ、こっちってどのくらい見える？シルエットは見えるよ。心から踏み出スターティングライン。先ほど。うわマジ？見える？見えるけど全く伝わんないかも。この距離だったら遠くて見づらい場所だとしても、本当にすごい来てよかったなって思えるライブに絶対しなきゃいけないねこれは本当に。マジこれ見えんくらいやばくない？
パフォーマンス以外でもなんか楽しませる方法を考えなきゃだよね。ちょっと待ってくださいよ。武道館ライブまで残り4ヶ月。果たしてちょっと緊張します。緊張？はい。ドゥグンドゥグンヘヨ。バイビー武道館ライブへの道始動。小太郎の夢だった3代目 JSOULBROTHERS のライブパフォーマンスを学ぶ。僕らは武道館1万人を目指してるんですけど、どうやって楽しませるのかを勉強させていただこうかなと思います。パフォーマンスだけじゃなくてもやっぱトークもすごい見てて、イメージつきました？イメージなくない。自分たちってなると想像ができない。はい、圧倒されたので。さらにお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。3代目 JSOULBROTHERS のリーダーナオトとご対面。ライブ演出の心得を学ぶ。すごいよ本当に。一発目武道館でやるんでしょ。一体感を作りたいというか、お客さんと一緒に。じゃあみんなでここ声出しましょう。Everybody say yeah 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 yeah。じゃあこの次クラップタン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 。それではこの曲でいきましょう。未来とっていうことはいやいやですとかっていうことは具体的に言うとね。